はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、アビオットの TED01M2。こちらをですね、レビューしていきたいと思います。今回ですね、このイヤホンは、プレシードジャパンさんからご提供いただきました。これまで私、アビオットのイヤホンって結構ですね、厳しめなことを言ってきたなと思っていて、提供とかないだろうなと思ってたんですけども、今回提供していただけたということで、今回もね、やっていくんですけども、今回のですね、この TED01M2 は1万円台前半という価格ながら、機能もりもりで、スペックめちゃくちゃ高いイヤホンになっていまして、ハイレゾにも対応しているモデルとなっていて、アビオットらしく音質がですね、とても素晴らしいイヤホンに仕上がっています。今回ですね、イヤホンをご提供いただきましたけども、良かったところはもちろん、気になったところもですね、全部言ってもいいということですので、いつも通りですね、ガチレビューでやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、ということで、アビオット TED01M2 のレビューをやっていくんですけども、まずはスペックや価格からご紹介していきたいと思います。この TED01M2 はノイキャンも外音取り込みもワイヤレス充電にも対応しているモデルとなっていまして、片耳のイヤホンのみでの使用も可能です。片耳で使用した時はモノラル再生になりますので、片耳だけつけて散歩に行きたいとか、そういうニーズも満たせるイヤホンになっています。マルチポイントにも対応していまして、プライベート用スマホと会社用スマホみたいな感じで2台に同時接続しておいて、音が鳴った方に切り替えるといった機能にも対応しています。Bluetooth のバージョンは 5.2。対応コーデックは SBC、AAC、aptX、それから aptX アダプティブにも対応しています。この aptX アダプティブなんですけども、スナップドラゴンサウンドというですね、一番上位のものに対応していまして、24ビット 96kHz のハイレゾオーディオにも対応しているということになっています。このスナップドラゴンサウンドのメリットを享受するためには、それに対応してですね、スマホが必要にはなってくるんですけども、今後ですね、スマホを買い替えた時なんかに、スナップドラゴンサウンドに対応しているチップが使われているスマホにすればですね、素晴らしい音質も享受することができますね。で、ドライバーは 10mm のダイナミックドライバーが1機の構成となっています。で、充電時間はイヤホンケースで15分充電した場合に最大2時間使用可能ということになっていますね。で、バッテリー持続時間はイヤホン本体で最大10時間、イヤホンケース併用で最大50時間となっています。これはちょっと記載がなかったですが、ノイキャンも外音取り込みオフの時のバッテリー持続時間だと思います。カラーバリエーションなんですけども、ポーラホワイト、ネイビー、ブラックという3色展開となっています。イヤホンの防水規格は IPX4、充電ポートが USB-C、保証期間は12月なんですけども、製品登録をすることで18ヶ月に延長可能ということになっています。その他としましては、専用アプリによるファームウェアのアップデートとかイコライザー設定なんかに対応しています。それから先ほどもご紹介した通り、スナップドラゴンサウンドに対応していますので、対応スマホと組み合わせて使うことで、解像感の高い素晴らしい音質で音楽を聴くことができるということになっています。価格は現在 13,365 円ということになっていまして、1万円台前半でこれぐらいですね、機能が素晴らしく多いですね、イヤホンになっていますね。発売したのが2021年の12月のモデルということになってますね。はい、ということで、それではアビオット TED01M2 のレビューを行っていくんですけども、まずは外観から見ていきたいと思います。TED01M2 は2という名前がある通り、1もありまして、1とですね、似たようなケースになっていますけども、こんな感じになっていて、とてもコンパクトですね。手のひらの上に置くとこんな感じになっていて、厚みはちょっとあるかなと思うので、ポケットの中に入れるとポケット膨らんでしまうかなと思うんですけども、カバンの中に入れておけばですね、結構小さいスペースにも入るサイズ感になっています。質感は結構ツルツルはしてますけども、サラサラとかしてなくて、手からですね、滑り落ちちゃうって感じの質感ではないので、その辺は気にしなくても大丈夫かなと思います。コロッとしていて可愛らしいイヤホンケースですね。で、こちら上部にはアビオットという文字が書かれていて、サイドにはアビオットのロゴがですね、どちらの面もついていますね。そしてこのサイドに行きますと USB-C のポートがついています。前面に行きますと、こんな感じで4つのですね、インジケーターがついていて、こちらで充電状況とかがわかりますね。下の面に行きますと、技的なマークとかですね、いろいろ書かれていますけども、こちらは印刷になっていましてシールじゃないので、ピアフォン5とかここシールになっていて、剥がしたくなるようなっていう話をですね、したんですけども、そういうのがないので、こちらはいいですね。ワイヤレス充電対応していますので、ワイヤレス充電器の上に置けばしっかりと充電することが可能です。で、マグネットの強さもですね、いつも通り確かめていきますけども、これマグネットとても強いので、全然ですね、こう振っても蓋も開く気配はないですし、イヤホンケースの蓋は開く感じしないですけれども、イヤホン本体の方はちょっと弱めの
マグネットになっているので、こんな感じで、イヤホンケースの蓋を開けたまま大きく振ってしまうと外れてしまう心配はありますけども、イヤホンケースですね、ちゃんと閉じていれば、カバンの中で散らばっちゃうとかですね、そういうこともないかなと思います。イヤホン本体も見ていくんですけども、こんな感じになっていて、結構楕円形というか卵型みたいな形のイヤホンになっていて、今回はネイビーを送っていただいたんですけども、このゴールドの感じとか、アビオットのロゴとかが結構ですね、キラキラしていてかっこいいんじゃないかなと思います。ネイビーでもちょっと青が強いようなネイビーですかね。で、こちらにインジケーターがついてますね。で、サイドに行くとこんな感じですね。結構分厚いのが特徴で、公式ウェブサイトなんかの画像を見るよりもなんか分厚く感じるなという感じがしています。後でこの辺測定していきます。で、裏面見るとこんな感じですね。LR の表記があるという感じですかね。ノズルの先端は通常の丸い形ですので、サードパーティー製のイヤーピースにも付け替えられます。で、こちら今見てわかる通り、ウレタンタイプのイヤーピースが付いているんですけども、後で付属品のところでご紹介しますが、ウレタンタイプのものとシリコンタイプのものの両方のイヤーピースが付属しています。そうしましたら重量も測っていくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量となります。54.7g となっています。重くもなく軽くもなくですね、一般的な重さとなってますね。イヤホン本体の重量が 13.3g となっていますので、片耳 6.7g ぐらいですかね。ちょっと重ためかなっていう感じはしますけども、めちゃくちゃ重たいっていうほどでもないかなという重さになっています。そうしましたらサイズも測定していきます。イヤホンケースの縦というか厚みは 34.3mm ということで結構分厚いので、やっぱりポケットの中に入れると膨らんじゃうかなって感じですね。で、高さは 44.6mm となっています。そして幅が 49.8mm ということで、高さとか幅に関しては他のイヤホンケースに比べるとだいぶちっちゃくていいんですけども、厚みがちょっと分厚いという感じですね。そしたらイヤホン本体のサイズも測定していきます。イヤホン本体の縦は 16.9mm となってます。イヤホン本体の横は 22mm となってますね。厚みが 18.2mm ほどとなっていて、他のイヤホンだと 16.7mm ぐらいが多いかなと思うので、やっぱり分厚めですね。ノズルの長さも測っていきますけども、ノズルの根元っぽいところから測ると 11mm ぐらいですかね。ちょっとノズルの根元らしい根元が測りづらいのであれなんですけども、今の測り方だと 11mm となっています。はい、それでは付属品についても見ていくんですけども、付属品はこんな感じで、まずはマニュアルですね。アビオットは日本のオーディオメーカーですので、日本語でしっかりと書かれています。そして製品保証登録カードということで、こちらからですね、登録していただくと付与期間が伸びますので、購入した方はですね、ぜひ登録してください。そしてこちらポーチがですね、ついてますね。すごくですね、手触りのいいポーチがついていて、もちろんこちらにですね、イヤホンケースが入りますので、ケースをですね、傷つけたくないという方にとっては、こちらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。そしてこちら USB-A と USB-C のケーブルになっていて、ちょっと長めになってますので、こちらですね、割と実用的なんじゃないかなと思います。で、イヤーピースが豊富で、まずはデフォルトでついていたウレタンタイプですね。低反発のイヤーピースがついています。SML の3サイズですね。もともと M がついていて、私ちょっと S サイズに付け替えたので、今ここにあるのは M と L なんですけども、こんな感じのウレタンのフォームタイプのですね、イヤーピースもついています。それからシリコンタイプのイヤーピースもこんな感じで、4サイズですね、付属しています。ちょっとこのシリコンタイプのは今初めて開けたんですけども、かなりですね、薄っぺらいというか、かなり傘がですね、薄いイヤーピースになってますので、これをですね、つけると結構耳の奥の方までですね、イヤホンが入り込むんじゃないかなと思います。こんな感じでですね、イヤーピースがかなり充実している付属品がついてますね。はい、それでは装着感について見ていくんですけども、装着感はですね、結構耳の奥の方に割と入り込む感じで、このイヤホンのノズルが結構ですね、カーブしていますので、耳の穴に沿うような感じでフィットされるということで、装着感はとてもいいかなと思います。ただ私、この TD01M のですね、1の方を自分では持ってないんですけど、お店で試着した時はもっと耳にですね、ビタッと沿うような感じがしたんですけども、最初ですね、このイヤーピースがちょっと大きめがセットされてた時はあんまりそんな感じがしなかったんで、耳にですね、もっとフィットさせたいという方は小さめのイヤーピースの方がいいんじゃないかなと思いました。いつもだったら左耳なんかも M サイズのイヤーピースをつけることが多いんですけども、小さめのイヤーピースにしたことによってフィット感がアップしましたので、少しですね、いつもより小さめのイヤーピースの方が向いてるんじゃないかなと個人的には思っています。で、イヤホンを装着したところを写真で撮るとこんな感じになっていまして、アービオットのですね、ロゴがちょっと横を向いちゃっているっていう感じになってますけども、ちょっとですね、ちゃんと下に向くようにはちょっと私の耳ではできないかなっていう感じで、ちょっと縦向きになるような感じになりますかね。
ただこの縦にですね、こうつければ、耳のですね、変なところに当たってないですし、全然痛いってこともなくて、不快感なくですね、フィットさせることができています。結構このロゴの部分とか、この周りのですね、ゴールドなんかも結構特徴があってかっこいいんじゃないかなと思いますね。装着したところを前から見るとこんな感じになってまして、意外と耳からはみ出てるなっていう感じはしました。18ミリぐらいの厚みがあるってことで、他のイヤホンよりは厚さはありますけども、パッと見ですね、そんなにはみ出るような感じじゃないのかなと思ったんですけども、写真に撮ってもこんな感じですし、鏡なんかで見ても若干耳からは出っ張ってる感じはあるかなっていう印象を受けましたね。特殊な形をしているわけではないので、マスクの紐とかが来たりしてもそんなに引っかかっちゃって耳からですね、イヤホンが落ちちゃうってことは少ないんじゃないかなとは思いますけども、若干耳から出っ張るなっていうのは認識しておいた方がいいんじゃないかなと思います。結構耳から出てるので、運動する時なんかだと全然ですね、頭振って耳から外れるって感じはしませんけども、はみ出てることによって手がですね、当たっちゃったりとか、そういうことはもしかしたらあるかもなと思いました。装着感としてはおおむねいいんですけども、自分がですね、耳につけてる分には全然いいんですけども、若干ですね、耳からはみ出てるのが気になるかもなと思いましたね。はい、続きまして、アプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、アビオットといえば、このアプリとのですね、接続がちょっとうまくいかなかったりとかして、その辺気になる部分でですね、よくあるんですけども、今回もそういう部分でちょっとですね、あれって思うところが結構あったりするのでご紹介していきたいと思います。TD01M2 はこちらのですね、アビオットサウンドというアプリに対応しています。アビオットってアプリは何個かあって、このサウンドミーっていうアプリに対応している機種もあるんですけども、このイヤホンはこちらのですね、アビオットサウンドというアプリでカスタマイズを行います。できることとしましては、左右のイヤホンのバッテリー残量が分かったり、こちらを触って音量の調節をアプリからもすることができるというものになっています。そしてボタン設定ですね。こちらは左右でダブルタップとトリプルタップの時だけ変更できますね。音量の上げ下げと次の曲前の曲が選べるということで、この4コマンドのみ操作ボタンのカスタマイズをすることができます。シングルタップの再生一時停止とか、あと左のイヤホン長押しでノイキャンや外音取り込みの切り替えができるんですけども、その辺の設定の割り当ての変更はできないというものになっています。それから EQ 設定ですね。こちらですね、10バンドでイコライザーの設定ができまして、デフォルトのバイパスからプリセットのイコライザーがデフォルト含めて8つ、そしてカスタムイコライザーで自分でこうですね、いじることができるというものになっています。個人的にはこちらですね、デフォルトのこのバイパスっていうものが一番バランスが取れてていいかなと思いましたけども、お好きなものにですね、変更することができますね。そしてこちら GPS ですね。タッチすると家の場所がバレちゃうのでしませんけども、最後にですね、接続が解除された部分の GPS 信号を覚えておいて、もしイヤホンなくしちゃった時にここになくせるんじゃないかというですね、ことを教えてくれる機能になっています。そして外音取り込みモード。外音取り込みにした時に音量を下げるのか、それとも再生を一時停止にするのかというのをこのようにですね、切り替えることができます。そのため、このイヤホンに関しては外音取り込みした時に音量そのままで外音取り込みするということはできない仕様になってますね。ですので、会社でですね、音楽を聴きつつ電話を取らなきゃいけないとか話しかけられた時は反応したいっていう時に音量は 100% のままで外音取り込みするということはできないというものになっています。そして歯車マークを見てみると、こちらですね。ファームウェアのバージョンですね。アップデートがあるとここからアップデートの表示が出て、別アプリのですね、アビオットアップデーターというアプリをまた使ってアップデートすることになります。その他ですね、言語設定は今変えれませんし、アビオットのオフィシャルサイトなんかに飛ぶことができるというものですね。ということで、カスタマイズ性としてはあんまり高くはないかなというものになっていて、他のですね、イヤホン5とかその辺と同じぐらいになっています。このですね、アプリに関してちょっと不具合というか、をお伝えしておくと、何個かあったんですけども、アプリをですね、立ち上げたとき、今はですね、イヤホンとアプリちゃんとつながっていて操作できてるんですけども、イコライザーを設定しようとかしたときにアプリを立ち上げると、イヤホンがですね、なんか再起動しちゃって、もう一回ですね、アプリを立ち上げ直したりとかしなきゃいけないっていうことが発生して、うまくいくときはうまくいくんですけども、そういう事象が発生するときがありますね。それになると、せっかくイコライザーなんか変えようかなと思ったのに、ちょっとイラッとして、あんまりですね、調整できなくて、またやり直すのめんどくさいからそのままでいいやってなっちゃったりするんですけども、そういう不具合なんかがありましたね。あと、アプリをですね、立ち上げようとしたときに、アプリが落ちちゃってうまく立ち上がらないことがあったりとか、あとこれは不具合ではないのかもしれないですけども、左のイヤホン長押しで外音取り込みになったりオフになったりするんですけども、ノイキャンからノイキャンオフにしたときは、こ
こんな感じですね。一回音が下がってまた戻ってくるみたいな動きをすることがあって、ちょっとこれ不思議だなと思いました。これは不具合って感じではないかなと思いますけどね。アプリとしてはこんな感じで、ちょっとアプリとイヤホンがですね、うまく接続できないとか、アプリが落ちちゃうっていうのがあるのが、ちょっとですね、気になる部分ではあるかなと思いますけども、アプリはそんなにですね、頻繁に触ることがないと思えば、この辺は許容できる範囲でもあるのかなとは思います。はい、それでは続きまして音質についてなんですけども、音質はですね、素晴らしかったですね。1万円台前半でこのクオリティの音質っていうとなかなかないなと思っていて、1万円台前半だったらトップクラスの音質なんじゃないかなと思っています。かなりですね、キレがある音質という感じになっていまして、テンションが上がるようなロックとかですね、ハイテンポな曲なんかを聴くときなんかはとてもですね、いいんじゃないかなと思います。かといってローテンポな曲とかシンガーソングライターの曲なんかも聴けないわけではなく、解像感もとても高いので、ギター弾き語りなんかで弾くようなですね曲なんかでも、ギターのですね、響きだったりとか、あとボーカルのですね、息遣いみたいなものもしっかりと聞こえてくるような感じがしています。で上位モデルのですね、ピアフォン5とかダイナミックドライバーとバランスドアマチュアドライバーをですね、複数積んでるようなイヤホンに比べると、音の重なりみたいなものっていうのはちょっと感じづらくてですね、当然ではあるんですけども、どちらかといえばそういうものに比べると平面的な音にはなっちゃうというのはしょうがないんですけども、十分ですね、とても綺麗な音で音楽に没入できるなっていう感じはしています。若干デフォルトだと低音域がちょっとですね上がってる感じはするんですけども、それもですね、もう極端に上がっていて、もう低音に頼り切ってるっていう音ではなくて、味付けがし合ってしっかりとバランスは取れている音になってるかなとは思いましたね。ですので先ほども言いましたけども、結構テンションを上げたい場合とか、ロックとかハイテンポな曲を聴く方にとってはよりですね合っている音質に仕上がってるかなと思います。でイコライザーに関しても先ほどご紹介した通り10バンドでいろいろ調整できますので、色々ですねいじってみてもしっかりとですね音が変わっていくのが分かりますので、お好きな音に調整することができます。低音とかがちょっとアタック感が強いと感じる方にとってはちょっと下げてあげればいいですし、もっとですね激しい曲を聴きたいっていう方はもっと点を上げたいとか、高音域のですね楽器の音をですね強調させたいという方は上げていただいてもいいかなと思います。ただ私の場合はデフォルトの音でもですね十分音楽を楽しめますし、そのままでですねかなりバランスの取れたいい音になってるんじゃないかなと思っていて、このイヤホンを聴くときはデフォルトのままで聴いているという感じですね。アビオットはですね音質に関してはやっぱ抜群にいいなと感じているので、1万5000円未満のイヤホンの中だとかなりですねハイレベルなトップクラスの音質をしていると感じています。続きまして操作感についてなんですけども、操作はですねこちらのアビオットのロゴの部分ですね、こちらがタッチセンサーになっていて、こちらをタッチすることで操作することになります。こちら物理ボタンっぽくも見えなくないんですけども、ボタンではなくてタッチセンサーということになっています。でこの操作感に関しては、操作はもちろんちゃんとできるんですけども、キビキビと動作するって感じじゃなくて、ポンって押すとコンマ数秒空いて音楽の再生一時停止になったりとかするので、もうちょっとキビキビ動いてくれた方が個人的には嬉しいなと思いましたけども、どこにセンサーがあるかっていうのが分かりやすいので、タッチミスなんかは少なめかなと思います。操作に関しては音楽の再生一時停止はもちろん、次の曲前の曲、音量の上げ下げ、ノイキャン外音取り込みの切り替えも、全てですね必要な操作はイヤホン本体でできるっていうのはいい部分ではありますね。ただノイキャンや外音取り込みの切り替えなんですけども、絶対にノイキャンのオフが入ってしまうっていうのもありますし、切り替わる順番っていうのが外音取り込みノイキャンノイキャンオフ、外音取り込みノイキャンノイキャンオフという順番で切り替わるんですが、このモード切り替えというのは左のイヤホン長押しで切り替わるんですが、ノイキャンから外音取り込みにしたい時ですね、そういう時に絶対オフを挟んでしまうので、3秒ぐらいですね時間がかかっちゃうっていうのがちょっと残念かなと思いました。どちらかといえばノイキャンから外音取り込みしたいパターンってアナウンスを聞きたい時とか会話をしたい時で、結構ですね割とすぐですね切り替えたいんですけども、絶対にオフを挟んでしまうというものがありまして、ちょっとそこが時間かかるのが気になったかなと思いました。逆に外音取り込みからノイキャンに戻す時は長押し一つの操作だけでできるので、それは良かったんですけども、ノイキャンから外音取り込みの切り替えがですねちょっと時間かかるので、急に話しかけられたタイミングとかそういう場合なんかに外音取り込みにすぐに切り替えることができないっていうのがちょっと残念ではありますね。順番的にはノイキャン外音取り込みオフ、ノイキャン外音取り込みオフのが個人的には良かったかなと思うんですけども、こちらは外音取り込みノイキャンオフ、外音取り込みをノイキャンオフという順番で切り替わります。こちらですね、イヤホン再起動後もノイキャンオフから始まるということで、ノイキャンに設定した音楽を聴いていたのに、一回イヤホンケースにイヤホンをしまってもう一回取り出すとノイキャンオフからどうしても始まっちゃうということですので、そこから
からですね、ノイキャンに入れるときも、一回外音取り込みを経由してノイキャンになるので、そこもですね、ちょっと煩わしいなっていうのはありましたね。そこをですね、ノイキャンオフを経由せずに外音取り込みとノイキャンだけ切り替えられるとか、このモードの切り替え順番が変わってくると、使い勝手は全然変わるかなと思うんですけども、そういう部分の操作感はちょっと残念だったかなと思います。はい、続きまして、ノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、この TED01M2 は、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングと呼ばれる、イヤホンの外側からのマイクで音を拾って、騒音を除去するものと、イヤホンの内側で騒音を拾って除去するですね、ハイブリッドノイズキャンセリングが搭載されているんですけども、ハイブリッドノイズキャンセリングってかなりですね、効果が強いと言われてはいるんですが、TED01M2 に関しては、ノイキャン性能はそんなに強くはなかったですね。地下鉄なんかに乗ってですね、こうやって試してきたんですけども、走行音も結構聞こえますし、アナウンスなんかも何を言ってるか分かるぐらい、聞こえてきますので、騒音をですね、軽減してくれてるっていうのは分かるんですけども、めちゃくちゃノイキャンが強くて、音楽に没入できるっていう感じはなかったですね。割と閑静な住宅街ぐらいの、ちょっとですね、音が鳴ってるとか、家の中でエアコンの音が鳴ってるみたいなものは、騒音をですね、軽減してくれるんですけども、本当にうるさいところに行くと、周りの音っていうのは完全に消してくれるって感じのノイキャンではなってないですね。そして外音取り込みなんですけども、外音取り込みは、音楽をかけたままでも十分ですね、コンビニやスーパーでの店員さんとの会話もすることができたので、とても良かったと思います。ただ、先ほどですね、アプリのところでもご紹介した通り、外音取り込みをオンにすると少なくとも音量がですね、70% までは落ちてしまうということになっていますので、そういう部分でちょっとですね、音楽を聴きながら外の音も聞きつつ仕事をしたいとかですね、そういうシーンだとちょっと使いにくいのかなと思いますけども、外音取り込みの性能としてはですね、十分な性能がありますし、音量 70% にしても会話がですね、しにくいという方にとっては音量をもっと下げることもできますし、一時停止にすることもできますので、そういうのを使ってみるとスムーズにですね、会話ができるんじゃないかなと思います。イヤホン5の時はその外音取り込みにして、外音取り込みから復帰した時に音量がうまく戻らなかったっていうところをですね、レビューでやったと思うんですけども、この TED01M2 に関しては、外音取り込みからノイキャンとかですね、復帰した時に音量が戻らなかったってことは今のところなかったですね。ずっとやってれば起きるのか起きないのかちょっとわからないですけども、今のところこれまで使っていた限りだとそのような不具合はなかったですね。はい、続きまして通話品質なんですけども、こちらはですね、いつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらは Aviot TED01M2 とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。パッと聞いた感じで結構綺麗な通話音声してるんじゃないかなって感じた方もいると思うんですけども、よく聞いてみるとちょっとですね、ざらついた音になっちゃってるなっていうのがありまして、もし相手がですね、イヤホンなんかで聞いてるとその辺がちょっと気になるかもなっていう感じがしましたね。イヤホンではなくて、スピーカーなんかで聞いてるとそこまで気にならないのかもなとは思ったんですけども、ちょっとざらつきを感じたなという通話品質になっています。若干気になる程度ですね、十分ですね、ビジネスなんかでの通話もできるんじゃないかなとは思いました。はい、ここまでAviot TED01M2 のレビューを行ってきたんですけども、ここからですね、気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。気になった部分はこれまでのレビューの中でもですね、ご紹介してきたんですけども、もう一度ですね、まとめてご紹介していきます。まず一つ目の気になった部分は、これはですね、Aviot製品結構みんなそうってそうなんですけども、不具合なんかがちょっとあったなっていう感じがしています。ちょっとですね、不具合を並べておくと、イヤホン再起動後にノイキャンがオフから始まるので、またですね、ノイキャンに入れなきゃいけないというものがあります。それからアプリを接続するときにイヤホン本体が再起動かかっちゃって音楽がですね一旦中断されちゃうっていうのもありましたね。それからアプリをですね立ち上げようとしたときにアプリが落ちちゃってうまく立ち上がらないことがあったりとか、あとこれ不具合じゃないですけども、ノイキャンからノイキャンオフにですねモード遷移したときに音量がですね一回下がってまた上がるみたいないうことがありました。こんな感じでですね、めちゃくちゃたくさんではないんですけど、ちょこちょこですね、気になるというかストレスになる部分の不具合がありましたので、この辺ですね、どう捉えるかっていう部分がありますね。それから気になった部分の2つ目なんですけども、ノイキャンから外音取り込みに1つの操作で切り替えることができないという部分があります。
ちらも先ほどご紹介しましたが、ノイキャンから外音取り込みに入れようとするときは、この左のイヤホンを 1.5 秒間長押しして、1回離して 1.5 秒間長押しして、やっとですね、外音取り込みになるということで、3秒ぐらいですかね。手離してる部分を入れると4秒ぐらいかかっちゃうと思うので、パッとですね、話しかけられた時にすぐに外音取り込みできないとか、そういう時はですね、イヤホンを耳から外すしかないということで、そこがですね、ちょっと気になったかなと思いました。せっかく外音取り込みついてるんだったら、すぐですね、切り替えられるとよかったんですけども、それは今のところできてないですね。ですので、耳からね、外せばいいっていう方は別に気にならないと思うんですけども、イヤホンを耳から外しちゃうとイヤホンなくしちゃうとかですね、そういう心配がある方にとってはちょっと不安が残るなという感じですね。それから最後のですね、気になった部分なんですけども、イヤホンをケースにしまうときに、若干ですね、ちゃんとしまわないとしっかりはまらないっていうのがありまして、音楽を聴いていてイヤホンケースにしまうときに、ポンって入れるだけだとうまくはまってないことがあって、しっかりとですね、この状態でもはまってないんですね。しっかり調節してイヤホンが充電されているのを確かめてからにしないとイヤホンの電源も落ちないですし充電もできないという感じになっていますね。このあたりがちょっと時間かかるなっていうのがあって一発でですねパチンと置いただけだとちゃんとはまらないことが結構あるのでそこは注意かなと思いましたね。はい、ということで今回アビオット TD01M2 をですねレビューしてきました。1万円台前半で機能がたくさん入っていて、とてもですね、コスパが高いイヤホンに仕上がってるかなと思うんですけども、ちょっとですね、先ほど言ったみたいなアプリ周りの不具合なんか多少あったので、その辺ですね、どう捉えるかっていう感じかなと思います。1万円台前半という価格帯ですと、先日ですね、私のチャンネルでご紹介したこちらのジャブラのエリート4アクティブですね。こちらがですね、ライバル機種になってくるんですけども、どういう人にアビオットが向いていて、どういう人がジャブラの方が向いているかっていう話をちょっとしていきたいと思うんですけども、マルチポイントとかワイヤレス充電が絶対欲しいっていう方はアビオットしかついていないので間違いなくアビオットになると思いますし、ノイキャン性能とかよりも音質を重視したいっていう方は個人的にはアビオットの方が解像感、明瞭感、そして臨場感みたいな部分もこちらの方が勝ってると思いますので、音質を重視する方はアビオットかなと思います。ノイキャンの性能とか通話品質、それからアプリなんかの安定感とかですね、その辺を重視する方っていうのはジャブラのが勝ってるかなと思いますので、それからですね、装着感ですね、運動時なんかで使いたいから装着感を重視したいっていう方もジャブラのがいいかなと思うので、皆さんがですね、使うシーンによってこちらですね、どちらを買うかっていう感じになってくるんじゃないかなと思います。ただどちらも1万円台前半だとかなりですね、レベルが高いイヤホンに仕上がっていると思いますので、今回のですね、こちらのレビューとか、それからエリート4アクティブのレビューなんか見ていただいて参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで長くなっちゃったんですけども、今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやっていまして、完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。